皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は逆風のハードロック時代の中、独自の音楽性を突き進み、地獄の片道切符を手に入れた AC/DC 第2章を紹介、解説していきます。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1977年、全英ツアーをはじめ、精力的に活動を行っていた彼らは、当時、パンクブーム真っ只中のロンドンでも人気を確立し、ハードロック逆風の時代の中、独自のポジションを獲得します。そして、1970年代を生き残り、一気にスターダムへと上り詰めた彼らは、サードアルバム、レッド・ゼアー・ビー・ロックをリリース。疾走感、ノリノリ、力強さ、ロックンロールの全てが詰まった初期 AC/DC を代表する名盤で、タイトルのロック魂にふさわしい作品となっています。このアルバムは、個人的にアンガス・ヤングとボン・スコットが表現する最高峰のアルバムだと思っていて、AC/DC のアルバムの中で一番好きなアルバムなんですよね。確かに、クオリティだけで見れば、後の作品の方が優れてはいるのですが、AC/DC の力みなぎる溢れんばかりのロック魂が、このアルバムには詰まりに詰まっているんですよ。狂気に満ちたボン・スコットのソウルフルな歌声と、凶悪なエネルギーに満ちたアンガス・ヤングのギターリフが最高にマッチしていて、究極のロックンロールサウンドとしか言いようがないんですよね。それと、哀愁に満ちたジャケット写真もかっこよく、この廃れた世界に、俺たちのロックンロールを刻み込んでやるぜ。どんなモンスターでもかかってきやがれ。裁きを与えてやる。どっちが、本当の悪魔か試そうじゃないか。そんな背景を、勝手に私が思っているのですが、アンガス・ヤングは、まさに、ロック魂を持ち、天使の格好をした悪魔なのです。1曲目のゴーダウンから最後までずっとノリノリで聴けるのですが、このアルバムは、曲一つ一つ聴くというよりかは、このアルバム1枚で、彼らのロック魂が表現されているのです。ですから、このアルバムを聴くときは、1枚同時で聴くことをお勧めします。AC/DC のアルバムで一番ロック魂が詰まった本作、レッド・ゼアー・ビー・ロック。まだ聴いたことがない人は、今すぐにでも聴いていただきたいですし、AC/DC にしか作り出せない、強力なパンチ力を効かせたサウンドと、ボン・スコットとアンガス・ヤングの狂気と凶悪に満ちたエネルギーあふれるイービルロックンロールが展開されているのです。そんな、究極のロックンロールのアルバムをリリースした彼らは、ヨーロッパのクラブツアーでヘッドライナーを務めるのですが、ツアー終了後、ベーシストであったマーク・エヴァンスが、アンガス・ヤングと衝突し脱退してしまいます。後任として、1970年半ばに AC/DC と交流のあったクリフ・ウィリアムズが加入し、彼は、マーク・エヴァンスの脱退について、マークが長続きしないことは、誰の目にも明らかだったさ、いいやつすぎたんだ、と話しています。また、ボン・スコットも、マークの脱退について、ベース演奏の経験値が足りなかった、と話しています。その年の夏、彼らは、初めてのアメリカへと旅行をし、秋には、自身のツアーのヘッドライナーを務めるため、ヨーロッパへと戻り、年末には、キッスとラッシュをサポートするため、再びアメリカへと戻るといった、多忙な日々といった、地獄のハイウェイを過ごします。そして、1978年、急速な人気がイギリスで高まる中、レコーディングへと向かった彼らは、フォースアルバム、パワーエイジをリリース。前作、ロック魂ほどの破壊力はなく、人気を獲得してしまったせいか、良くも悪くも、余裕と安心感あるサウンドへとなってしまった印象です。しかし、このアルバムには、ブギブギ感あふれる名曲、リフラットが収録されており、アンガス&マルコムのリフを堪能できるんですよね。
リフラットは前作に入っていてもおかしくない曲と言われるほど評価の高い曲なのですが、個人的にこの曲は前作の世界観には合わないように思います。あまりにも明るすぎるのとブギー感が出すぎなので、どちらかといえばファーストアルバムハイボルテージに入っていそうな曲って感じです。あと、私的にはリフラットよりも5曲目のシンシティの方が大好きで、この曲やばいくらいかっこいいんですよね。サウンド、リフや展開はもちろんなのですが、歌詞もかっこいいので、少し抜粋させてください。心の底から燃え上がるものを感じる。その正体は熱望だ。僕は、それを自由に暴れさせるつもりさ。罪深い都市へ、僕は入っていく。罪深い都市で、僕は勝ちに行くんだ。僕は勝ってやるさ。罪深いこの都市で。もうかっこよすぎますし、かなり痺れませんか？自分の生き方に自信を失いそうになった時、人生という大きな試練に負けそうな時、そんな感情はすべて吹き飛ばせ、心の中に眠る熱き魂を呼び覚ませ、と言ってくれているような気になるんですよね。やっぱり、AC/DC の音楽には、ロック魂という熱いメッセージが込められていて、地獄に希望はない、挑戦し続けることに意味があるんだ。そんなことを言われているような気がして、聞いているだけで勇気が出ますし、挑戦する大切さを改めて学ばせてくれるんですよね。話は戻り、前作はライブ感あふれるメタリックなサウンドが特徴的でしたが、本作では陽気に乗れるブギー感あふれる楽曲が中心となっているなと個人的には感じます。1曲目の地獄のロックンロール、4曲目のリフラット、そして5曲目の悪魔の街を聴くだけでも十分価値はありますので、ぜひまだ聞いたことがない人は要チェックです。本作リリース後、アメリカへと戻った彼らは UFO、レインボー、アリス・クーパーなどのビッグバンドの前座を務め、アメリカでも着実にファンを増やしていきます。ですが、まだアメリカでヒット作を生み出していない彼らは、ヨーロッパでは人気はあるものの、まだスーパースターとは言えない存在ではありました。しかし、そんな彼らを国際的なスーパースターバンドへと押し上げるアルバムが完成するのです。AC/DC 史上最高の傑作を生み出したいと考えた彼らは、プロデューサーを今までマルコム・ヤングの兄であるジョージ・ヤングとハリー・バンダが務めていたのですが、本格的な外部プロデューサーを起用することに決めます。そして、AC/DC の新たなプロデューサーとして、ロバート・ジョン・マットランジが抜擢されます。この男、マットランジは、音楽知識の塊と呼ばれ、プロデューサーの枠に収まりきらない、実質6人目のメンバーとも言われている、バンドの成功に欠かすことのできない凄腕プロデューサーなのです。そんな、心強い完璧なプロデューサー、マットランジを迎え、スタジオへと入った彼らは、宣言通り、AC/DC 史上最高傑作である、フィフスアルバム、ハイウェイトゥーヘルをリリースします。放題は、地獄のハイウェイ。アメリカで初めてリリースされたアルバムでもあり、彼らの出世作でもある本作は、説明不要の超名盤となっています。全曲が、ヤング兄弟とボン・スコットが作曲をし、そのオープニング曲を飾るのが、ハイウェイトゥーヘル。葬式にかけたい曲として、レッド・ツェッペリンの超名曲、天国への階段に、唯一ためが晴れる曲が、この曲、ハイウェイトゥーヘルと言われています。天国への階段を登るのか、地獄のハイウェイをかっ飛ばすのか、皆さんならどちらを選びますか？私は、一切の迷いもなく、地獄のハイウェイをかっ飛ばしますね。ちなみに、この曲は、ボン・スコットが、あまりにも忙しすぎるライブやツアーをする自分たちの心境を、この歌詞に書き留めた曲となっています。すごくボン・スコットらしい歌詞で、ボン・スコットの生き方を象徴するような内容なんですよね。楽に生きてる、自由に愛してる。片道切符を手に入れて、何も求めず、俺を放っておいてくれ。すべてを受け流して、理由なんていらない。俺は、地獄のハイウェイを行っている。
ボン・スコットらしい男の歌詞って感じがしますよね。いい歌詞書くし、いい歌歌うし、いい歌声してるし、ハードロックバンドの中でも、ボン・スコットって特にワイルドですし、ザック・ワイルドとは全然違うワイルドさで、男にしか出せないワイルドさというか、泥まみれになりながら、綺麗な汗をかいている男みたいな感じで、ロックンロールな男にぴったりなんですよね。少し話はそれましたが、ボン・スコット時代最高傑作と名高い本作は、アメリカで大ヒットし、スーパースターへの道を駆け上っていきます。しかし、世界的な成功を目の前にして、バンドは解散の危機となってしまうのです。1980年2月20日、ボン・スコットはアリス・レアキニアという友人と飲みに出かけます。酒を飲みすぎたボンは車の中へと入り、そのまま意識を失うのです。それを発見した友人のキニアは、ボンを病院へと急行。しかし、嘔吐物により呼吸ができず、意識を失っていたボンは、そのまま窒息死してしまったのです。この事件に関しては、酒の飲みすぎではなく、ハードドラッグの過剰摂取による死や、そもそも、友人のキニアなどいなかったなど、いろいろな説があるのですが、喘息持ちのボン・スコットは、酒の飲みすぎて意識を失い、当時は氷点下だったということもあり、いろいろな偶然が重なり、このようなことが起きてしまったのだと思います。ボン・スコットの死により、ヤング兄弟はバンドの解散を考えます。しかし、ボン・スコットがバンドの継続を望んでいると判断したヤング兄弟は、このまま活動を続けることを決断します。ボン・スコットが亡くなったことにより、バンドが解散の危機まで陥るということは、いかにボン・スコットが AC/DC に欠かせない存在であり、いかに唯一無二なボーカリストであったことがわかりますよね。アンガスとボンが写っている写真を見ていると、アンガスは本当にボンのことを認めていたと思いますし、プライベートではお兄ちゃん的な存在でもあったと思うんですよ。ボンも AC/DC に加入したことにより、地獄のハイウェイへの片道切符を手に入れ、自由を愛し、自由に生きることができ、最高の人生を手に入れていたと思うんですよね。それなのに、どうしてこんなことが起きてしまうんだよ。地獄の片道切符だけを手にして死ぬんじゃねえよ。死ぬまで突き進んでくれよ。最後まで突き進んでくれよ。これじゃ地獄行きのハイウェイじゃねえか。地獄のハイウェイを駆け抜けた後の素晴らしい景色を見てほしかったよ。って心の底から思っちゃいます。どうしてもボン・スコットの死が悔しいので、次回の動画はボン・スコットの人物伝動画を作りたいと思います。それでは皆さん、良いメタルライフを。